こんにちは、はるかねです。今日はこちらのセリアで購入してきたね、可動式ドールボディ。このボディにね、ぴったりのラグラン袖のね、前開き、フード付きパーカージャケットを作っていこうと思います。そしてこのヘッドは株式会社パラボックスから発売されている21から23センチボディ用のヘッドで、キャラというね、ヘッドを、メンズメイクしてあります。そしてこのウィッグは樹脂粘土と毛糸でね自作しました。また作り方ね概要欄の方にリンク貼っておきますのでチェックしていただけると嬉しいです。材料はこちらのね 4mm 幅のだいたい30センチぐらい長さのあるサテンのリボン。このね黒のリボンはねさすがにプレゼントにはついてないかなと思うので手芸店でね 1m90 円とか100円とかそのぐらいなので、あとねおびつのこのベルトとかにも使えるのでねおすすめです。それからポリエステル 100% の黒の 2way ニット、そして、綿 100% の 1way ニットが2色、近い色の糸とワンポイントになる色の糸、それから、リボンをね焼くためのライターですね。そしてフードのねこのコードをつけて飾りをつけたいのでメタルパーツとコードを用意してあります。そしてハサミや待ち針、針を使って作っていきます。はい、このようにね生地を切りました。ではまずね、袖の方から下準備していきたいと思います。リボンはねこの袖丈に切って両端ねライターで炙りました。そしたら真ん中に来る位置でね縫っていきます。リボンがねずれないように軽く待ち針で留めて、そして、引っ張らないようにねこっちの下の生地が伸びちゃうので引っ張らないように伸びないように大きめの縫い目でねど真ん中をしつけ縫いしていきます。縫えたらどちらかのね端を、切ってねライターで炙っておきます。両方ね黒い線が縫えたらこのね黒い線の両端をね金色の糸でステッチをね縫っていきます。ステッチ結構目立つのでねゆっくりゆっくり確実に縫っていきます。こんな感じでね金色の糸が縫えたら次ね、袖口を縫い付けていきます。表側を外に出るようにこのようにね半分に折って、そして折り目がこちらへ向くようにこのようにね置いてこの端から 2,3mm のところを縫っていきます。このようにね袖の部分が縫えたら開いてこの部分をね青い糸で押さえ縫っていきます。裏が 5mm 進んで、そして表で 1mm 戻るというね縫い方で縫っていきます。このようにね袖が下準備完了したら身ごろを人形に合わせてね切っていきます。こちらね後ろ身ごろなんですけどここに前身ごろを重ねて前中心がね1センチぐらい重なるようにこのように置きます。そして待ち針で留めて両端をねきれいに揃えていきます。
したら首元をねだいたい 1.5 センチぐらい、このぐらいね開けて、この辺りから、脇の下へ一直線に線を引いていきます。ちょっと見えにくいですけどね、このペン後で色がはっきりしてきます。そしたら対称に、なるように切っていきます。次に袖をね、この端をラグラン袖に切っていきます。しっかりね、まず黒のラインを合わせていきます。待ち針で中心線を止めたら、こちらとね同じ角度になるように切っていきます。そして人形にね合わせてみて、だいたい袖がこの辺りに来てほしいので、そうするとね首が1センチぐらい長いかな、袖が。なのでこの辺りで袖をね切って、もう一度ねラインを切り直します。縫い代の分を考えて、しっかりね首まで届くぐらいでちょうどいいかなと思います。そしたらもう少しね削っていきます。このようにね少しずつ削ってね、このようにぴったり合うようになったら、こちら全てね表側なんですけど、このように中表になるようにね、この端をそれぞれね縫っていきます。このようにね4箇所縫えたら、こちら表側なんですけど、表側が中表になるようにこのようにね合わせて、そして袖から脇を縫っていきます。人形にね合わせた時に、このジャケットの丈ですね、このぐらい短かったらここまで、そしてもうちょっとね長かったらこの辺りまでとかね、だいたいこの辺で切ったりするので、この辺りはちょっとね切っても大丈夫な、一歩進んで半歩戻るっていう縫い方で縫っていきます。このようにね袖から脇が縫えたらひっくり返していきます。では人形にね一度合わせてみます。はい、こんな感じにね着せてみました。
このね、シャツより少し下ぐらいがいいんですけど、そっからね、このさらにリブがつくので、縫い代をね考えて、このぐらいですかね。なのでこのシャツのラインから1センチぐらい下で切っていきます。はい、このようにね脇をしっかり留めたら待ち針に合わせて切っていきます。ではね、次にフードを縫っていくんですけど、これたまたまね生地の端っこだったのでここ、切ってないんですけど、この辺りからずっとね、だいたい3ミリから5ミリぐらいの幅で縫っていきます。そして縫えたら、こちら側を1センチだとちょっと多いかな、8ミリぐらいのところでこうね5ミリほどこちら開けた状態で縫っていきます。はい、このようにねフードの部分が縫えました。そしたらこのね本体とこう合わせていくんですけど、ちょっとリボンがね残ってたので金刺繍をして、この後ろの首の元にこう挟んでいきたいと思います。まずねこの、後ろ身ごろの中心線を出して、そしてそこにフードの中心をね合わせて待ち針で留めていきます。そしてこちらの端がね、ここからこの前のね開きの部分からこう5ミリね前身ごろを折り込んで端処理するので、その分を置いて5ミリずれたところからくっつけていきます。そしてここね長さが違うんですけど、この生地は伸びるのでぐっと伸ばしながらね合わせていきます。こちらも同様に5ミリほどずらしてくっつけていきます。はい、ではねここ縫っていきます。はい、このようにねフードをつけたら、この縫い代部分をねぐっとこう下へ倒して、ここを押さえね縫っていきます。できるだけねこちらのこの表面の方に縫い目が出ない縫い方で縫っていきます。それからねこの裾の部分にも、リブをつけていきたいと思います。はい、このようにねこの縫い代の部分をねペタッとさせる押さえを縫ったら、次に裾のねリブを縫っていきます。裾のリブは少しね端を折って、折り目がねこちらに来るように待ち針で留めて縫っていきます。でこの時にねこの部分5ミリほどね後で折り返すので、ずらした状態で縫っていきます。距離的にね少しリブの方が短いので、先にこちらを折って
それからねこう少し引っ張りながら合わせていきます。では塗っていきます。はい、このようにね裾のリブを塗ったら、このね脇の線の部分だけねこの縫い代の押さえを縫っていきます。はい、このようにね2箇所こことここだけね押さえを縫いました。ここ縫っとくとねこのままふわっと戻ってくることがないんでね、でも全部縫ってしまうとねぺったんこになってしまうので、ちょっと裾だけねふんわりさしておきます。そしたら次はねフードの中に入れるコードとメタルパーツを用意します。そしたらこの辺からね入れるとしてぐるっと長さを合わせてこの辺りでねまた切っていきます。先がね、入りやすいように硬化させます。そしたらこの辺りにね穴を開けていきます。ではねこの前の掛け合わせの部分を仕上げていきたいと思います。はい、そしたらこのね前の掛け合わせの部分なんですけど、このままね縫ってしまって前開きのままでもいいんですけど、できたらねもう一つ何かこうねクオリティを上げていきたいというかね、例えばこうジッパーとかねあればいいですよね。そこでね登場するのがこのようなドール用のね超ミニチュアなジッパーなんですけれども、だいたいねプロの方が作ったものっていうのはこの飾り取ってありますね。
そしてこれがね完全に開いてしまうものですね。外れてしまうもの。そしてこちらは外れなくて、ここでね、空き止まりのあるものですね。ただこれね結構お高くてですね、1つ、170円ぐらいするんですよね。下手したら200円ぐらいするかもしれないですね。プラス送料なんで1つね500円ぐらいするかもしれません。お金にある方はね是非これを買ってこのようにねつけてもらってクオリティをねより上げてもらったらと思います。でもお金のない方はジッパーにね見えるものを作っていきましょうということで、そこで登場するのがこちらのアルミテープです。こちらねキャンドゥで購入してきたもので110円だったものですね。そしてハサミと厚紙はこちらのね下の台紙のおフルですね。これを使ってジッパーに見えるものを作っていきたいと思います。幅的にはねこのぐらいなのでちょうど横幅人形の服にぴったりかなと思います。というわけでねこれを、3センチぐらいをね2つ切っていきます。そしたら厚紙のね端っこに貼っていきます。少しねはみ出る形で貼っていきます。そしたら折り返していきます。そしたらここにね1ミリの印をねボールペンで書いていきます。測るわけじゃないんでねきっかり1ミリじゃなくても OK です。ジッパーらしく見えれば OK です。そしたらこれをね1センチ幅ぐらいに切っていきます。長さをね合わせて切っていきます。アルミなんでね角がちょっと尖ってくるんで少し角を落としておきます。そしてこのままでもね厚紙なので縫えるんですけれども、もしねダイソー製のルレットがあればね少し縫い穴を開けていきます。では服にね縫い付けていきます。このままだとギラギラしすぎなんでねちょっと黒く塗っていきます。はい、こんな感じでねジッパーもどきつけてみました。いかがでしょうか。何もないよりはねちょっとそれっぽいのがある方がね
いいと思います。こっちから見たらアウトですね。はい、でも割とね厚紙も縫いやすいですしね。そしてアルミなんでね、少しこう形状記憶してくれるんでね、いろいろと便利です。とにかくねお安いのが一番の魅力ですね。ではこちらもつけていきます。はい、このようなね感じで両方ねジッパーもどきを縫いました。では人形にね着せていきます。はい、こんな感じにね着せてみました。はい、そしてこちらは本物のねちっちゃいミニチュアのジッパーを縫ってみました。まあねこうやって並べるとやっぱり圧倒的にね本物のジッパーの方が見栄えはいいんですけれども、まあねこのねジッパー本体が200円ぐらいするし、プラス送料300円ぐらいするしで1本だけで500円っていうわけにいかないんですよね。この潰し玉っていうねビーズのここの留め具が必要だったり、あとまあねそれぞれその色がねたくさんあるので、あれも欲しいこれも欲しいってなるとねやっぱり2,3000円バーッと飛んじゃったりするので、それやったらね最初からプロの方のね完璧なものを購入した方が早いかなと思うので、自分でね作られる場合は、このようなねアルミホイルとかアルミテープで作ったもので十分かなと思います。ちなみにねこちらのジッパーは本当に開くんですよ。そしてここへこう差し込んで、よいしょ、ちょっと細かくてやりにくいんですけど、よいしょ、まっすぐ入れて上に上げるとね本当に本物のジッパーです。はい最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それから Twitter や Instagram のねフォローお願いします。ブログも見ていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。